そうね。やっと綺麗にできたわ。怒ってるかも。時間かかりすぎだ、このアホってね。すごい人よ。高等で旗揚げした途端、高等、高難を制覇して孫家の礎を作ったんだから。うん、確かに母様は英雄だったけど、娘として見れば母親失格だったかな。まだよちよち歩きしかできない私を戦場に連れてったりしてたからね。よくぞ今まで生き残ってこれたって思うわ。そりゃね、私の師匠でもあるし、大好きだったわよ。母さん、ようやくここまで来れたわ。あなたが広げ、その志半ばで去らなければいけなくなった私たちのふるさと。そのふるさとは今、孫家と呉の民たちのもとに戻ってきた。見てる？母様。今から我ら孫家の悲願が始まるわよ。天下統一が本当の悲願ってわけじゃないわ。本心を言うと天下なんてどうでもいい。私はね、呉の民たちが、そして私の仲間たちが笑顔で過ごせる時代が来ればいいの。天下だの権力だの、そういうのに興味はないわ。そのための天下統一なのよ。天下を統一し、一つの勢力がこの大陸を治めれば、諸人に対して画一的に平和を与えることができるでしょ。そう。それが我ら孫家の願い。だから私はこれからも戦うの。戦えば、兵だけじゃない。諸人だって傷つく。笑顔がなくなる。それは分かってる。矛盾してるけど、でも戦わなければ何も手に入れることができないと思うから。そう思ってくれる？うんうん。やっぱりレンファに譲ったの失敗だったなーって。だってカズといい男なんだもん。独占しとけばよかったかな。するわよ。私独占欲強いもの。ほんとだってば。けどいいの。カズとはみんなのものだから、時々独占できるってことで満足しとく。じゃないとレンファに怒られそうだもの。さあ、そろそろ帰ろう。本当にレンファが怒鳴り込んできそうだし。うん、十分よ。そろそろ行くわね、母様。これから忙しくなると思うから、なかなか来られないと思うけど。でも、あなたの娘は命の限り戦うから。母様が思い描いた夢、呉の民たちが思い描く未来に向かってね。母様、天国から見ていて。
あなたの娘たちの戦いぶりを、そして5の輝かしい未来を。何これ。カズト、追いかけちゃダメよ。あなたにもしものことがあったらレンファが怒るでしょ。不覚だったわ。こんなんじゃあの世で母様に怒られそう。わからないけど。姉様、城で緊急事態が。姉様、どうしたのですか？ちょっと不覚を取っちゃった。不覚って、カズト、何があった？なんだと？すぐに犯人を探したし、八つ咲きにしてくれる！落ち着きなさい、レンファ。しかし！孫悟の王が取り乱してはダメ。それに傷は思ったよりも深くないみたい。きっと大丈夫よ。本当なのですか？ええ。それより緊急事態って？はい。曹操が国境を越えて我が国に侵入。すでに本城の近くにまで迫っているようです。ことごとく捕殺されてしまったらしい。一人の勇敢な伝令が命を賭して情報をもたらしてくれたんだ。それで姉様に。状況は理解したわ。私もすぐ城に戻る。レンファは先に戻って出陣準備をしておきなさい。でもお姉様はすぐに治療を。こんな傷ぐらい大したことはないわ。ほら、早く行きなさい。しかし孫中坊、他国の侵略を受け出陣しない王などに王たる資格はあるのか？いや、断じてない。忘れるな。孫家の人間は常に先陣に立ち兵たちの先頭を走るのだ。その勇敢さがあるからこそ民衆は孫家を支持し力を貸してくれる。その家訓忘れるな。はい。でもすぐに陣触れを出せ。はっ！まったく、いくつになっても世話を焼かせるんだから。ダメだって。ダメだよ。違うの。もう出遅れってこと。矢にね、毒が塗ってあったみたい。体の中が焼けそうよ。
無理でしょうね。焼きごてを何本も突き入れられてるみたい。もう助からないでしょ。王として生きてきたからかな。物事すべてを冷静に見る癖がついちゃってるみたい。だけどもういいのよ、カズト。私はもうダメ。その事実は動かしがたいわ。けれどその前にレンファに私の背中を見ていてほしいの。王として、そして孫家の人間としての誇りと生き様を。だからね、カズト、このことは皆に黙っていて。いいの。私の天命はここまで。あとはレンファとあなたが継ぐのよ。おかしいことなんて何もないわ。人はそうやって歴史を積み重ねてきた。私も長い長い歴史の中の一辺になるだけ。カズト、私のために泣いてくれるの？そうね、現実ってひどいよね。私もっともっと生きていたかった。もっとカズトと過ごしたかった。でも悲しまないで、カズト。私ね、思うの。今まで楽しんでこれた日々、それが重要なんだって。死は人として当然の結末。たとえそれがどのような死であったとしてもね。認めたくないよね。でもそれが現実。その現実を受け止めて、そして私はあなたにも残していきたい。私の生き様を、そしてその生き様があったからこそのこの私の死に様を。カズト、手を貸して。あったかいね、カズト。さあ、孫伯父一世一代の大芝居を。カリン様、右翼より集団の一帯が合流します。これで状況は全て整いました。ありがとう。いよいよ英雄孫作との決戦。胸が高鳴るわね。敵は英雄孫作に率いられ、勇猛を歌う5の兵士。新兵の多い先鋒部隊がどれほど持つのか、多少気になるところではありますね。育児のない新兵を奮い立たせるには褒美をちらつかせるのが一番。戦場で5の名ある将を討ち取った者には千金の褒美を取らすという触れを出しております。これで少しは育児も出ましょう。兵は主義では戦えんか。それもまた当然でしょうね。しかし一部の部隊が抜け駆けの気配を見せていますからね。気をつけなければ。春蘭にさえ手に負えない部隊か。どの部隊かしら。5軍より巨匠に流れ着いた一団ですね。何でも巨光という人間に仕えていたらしいですが。その部隊に数人つけ、
挙動を監視しておきなさい。英雄との戦いを無粋な愚人に汚されたくはない。御意。しかし孫作さんの動きが読めませんね。どうしてこんなに動きが遅いのでしょう。そうね、それは私も気になっていたの。がっかりさせてほしくはないな。巨大な敵を正々堂々と倒してこそ、この宋猛徳の波動が華やかに彩られる。孫作、良い戦をしたいものね。御意。カリー様、前線にて動きあり、5の部隊が前方に展開し始めました。ようやくお出ましか。展開が遅すぎますね。孫作がこの程度とは思えんな。確かに何かあったと見るべきか。何かとは何よ。いや、そこまでは分かりませんが、何か気になります。英雄同士の戦いに天も無粋な真似をしてくれるものね。けれどそれが自念の結果であるならば、それもまた天命というもの。あらゆる事象、そのすべてに天意あり。そう考えれば相手に合わせて私たちが手加減をする必要は全くありませんね。風の言う通りよ。春蘭、秋蘭、部隊を展開させなさい。誇り高く堂々と孫作と雌雄を決するために。御意。見えてるわよ。カズと離れて。出陣前だってのに、王が体を支えられて歩いてるなんて情けない格好見せられないでしょ。大丈夫。私は孫悟の王。その誇りが私を支えてくれるわ。シェルン、二人とも出陣するわよ。やはり治療を受けてはくれないのですか。私は孫悟の王。その言葉の重さをあなたに見せないといけないからね。姉様。大丈夫。私はまだまだ元気よ。この戦いが終わったらレンファの言う通りにするわ。約束ですよ。ええ。さあ、舞台にお戻りなさい。そして皆と共に私の背中を見ておきなさい。はい、姉様。で、いつまで持ちそうだ。わかる？ああと少しかな。毒か。ええ。わかった。いいのよ、カズト。メイリーちゃんと泣いてくれてたもの。心の中でね。敵軍より短期で前に出てくる影あり。あれは誰でしょう。あれは孫作。侵略してきた我らの火を鳴らし、兵を鼓舞するために絶戦を仕掛けるか。定石ね。
その絶報はどこまで私の心に響いてくるのか、おとなしく聞いてあげましょう。そろそろ時間がなさそうよ。そんな悲しげな顔しないの。兵が見てるわ。それでも表情を隠しなさい。あなたはもう立派な5の将なんだから。しっかりと前を向き、その内心を兵に悟られないようにしないとね。おしゃべりはそろそろおしまい。見ていてね、カズト。私の生き様、そして私の死に様を。5の将兵よ、我が砲友たちよ、我らは父祖の代より受け継いできたこの土地を炎術の手より取り返した。だが今愚かにもこの地を欲し、無法にも大軍を持って押し寄せてきた敵がいる。敵は卑劣にも我が身を消し去らんと刺客を放ち、この身を毒に侵させたのだ。卑劣な毒に侵され、我が身はもはや滅ぶしかないだろう。しかしこの孫白風、ただでは死なん。我が身コンパクとなりて永遠に皆と共にあらん。我がコンパクは盾となりて皆を守ろう。我がコンパクは矛となり呉を犯す全ての敵を撃ちこらそう。勇敢なる呉の将兵よ、その高き心を、その誇り高き振る舞いを、その勇敢なる姿を我に示せ。我はその姿を脳裏に焼き付け、我が母文代のもとに召されるであろう。将兵よ、我が友よ、愛すべき仲間よ、愛しき民よ。孫白風、命の炎を燃やし、ここに最後の大号令を発す。天に向かって叫べ、心の奥底より叫べ、己の誇りを胸に叫べ。その雄たけびとともに我が屍を越えてゆけ。どういうことだ。誰が孫作を暗殺せよと命じたのだ。我らがそのようなことをするはずがありません。ならばなぜだ。なぜ孫作が毒を受ける。なぜこのようなことが起こる。かりん様。事情が判明しました。虚構の残党で形成された一団が孫作の暗殺を行ったようです。その者どもの首をはねよ。治癒の全てをかける英雄同士の聖戦をゲスに汚された怒りがわからないのか。その者ども全ての首をはねよ。
勢い。春蘭。呉へ弔問の使者を出せ。我らは一度引く。しかしカリン様、この状況で退却すれば尋常ならざる被害を受けることは必至。ならば戦えというのか。ゲスに汚されたこの戦いを続けることに何の意味がある。どのような意義がある。もはやこの戦いに意味はなく、大義もなくなったのだ。軍を引かなければ私は。ダメです。敵軍突撃を開始しました。なんだこれは。このような戦い、誰が望んでいるというのだ。カリン様、本陣を交代させてください。我らがしんがりを務めます。キー、ルルはカリン様の護衛を命に代えてもお守り申し上げろ。追撃や無駄な戦いはするな。汚されたこの戦い、せめて無事に収拾せよ。はっ。進め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 。曹操の兵どもを血祭りにあげよ。孫悟の王の血を、姉様の血を、奴らの命で償わせよ。殺し尽くせ。腐った魂を持つゲスどもを、その血を呉の大地に吸い込ませるのだ。あがなえ。奴らの体内に流れる外道の血で我らが王の命をあがなわせるのだ。我がロークよりも先に行かれるのか。天はなんと残酷なことよ。おう、郊外隊に告げる。一兵たりとも敵を逃すな。皆々殺し尽くせ。よいか。敵兵の耳をそげ、鼻をもげ、目玉をくり抜き、喉を貫け。敵の亡骸を踏みにじり、呉の怒りを天に示せ。我らが栄養を奪った天に怒りを、悲しみを、憎しみを見せつけるのだ。孫作様、孫作様、みんな頑張れ。孫作様が安心していけるように。私たちはちゃんとやっていけるんだって、その姿を見てもらうために。殺せ殺せ殺し尽くせ。我らの怒りをゲダモノどもに叩きつけろ。王、我らの王を汚した罪を奴らの命で償わせろ。投降する者は殺せ、逃げる者も殺せ。その血を大地に吸い込ませ、孫悟に二度と歯向かえないように。邪魔者は殺してください。一人として逃がしてはダメです。敵に孫作様を亡き者にした奴らにこの世の地獄を味わわせてやるのです。本郷、この状況いつまでも続かん。全軍を投入して奴らのしんがりを痛撃するぞ。冷静さを失うな。狂気に溺れるな。感情に流されるな。
それが軍師というものだ。シェレンもそれを望んでいるはずだ。戦いはここで終わりではない。うまく幕を引かなければ我らはこの戦国乱世から退場するしかなくなるだろう。そんなこと私は望んではいない。シェレンも望んではいない。あの子の望み、それはそのためにも止まってはおられんのだよ。そうだ、協力してくれ。